投影面に平行な平面は実形となる。面 A、B、C っていうこと。これどういうことかっていうと、この右のこれですね。これの A っていうのは、この形よく見てください。この形ね。これ、正面にこれなんです。これ。で、投影面に平行な面は実形となる。この面とこれって同じ形ですよね。平行なんです。同じ形、そのままの大きさでなるんです。で、次、B も同じです。これは上から見た図で言うと、全くこの形になります。で、C はっていうとこれです。そう、右から見たらこういう風な形になるので、全く同じ大きさになります。これが、平行な面。投影面に垂直な平面は直線となる。直線 A、B、C と、ここで言うと、この線です。これ全体のことです。B はこれですよね。これに対しては、この全体です。正確に言うと、この面ですよね。これがこれなんです。で、C はここなんですね。ここね。ここっていうのは、これで言うとこの面ですよね。これが C ですね。正面から見るとこの面です。まあ実際、正確には、ここからここですよね。ここは斜めなんで。垂直、要は90度、見る方から見ると、まあ線に見えるやつは、ね、垂直になりますよと。で、投影面に傾斜している。これが重要なんです。要は、斜めになってる面は、縮小なるよっていう。形が似たような形。三角形たら三角形。ひし形、ひし形。そういう形のやつがちっちゃくなったら、それは斜めになってるよっていう。例えばですね、面の位置っていうのはここですね。正面から見ると、これに見えます。あ、ごめんなさい。平面ですね。平面から見ると、これ、上から見ると。正面から見ると、この面は見えないか。点になっちゃうんですね。2番。ここっていうのは、ここなんですね。見ると、あ、同じ形だってなります。同じ形で、この時、大きさが同じのものは45度の面なんです。斜面なんです。この面が45度っていうこと。傾斜が少なくなればなるほど、まあ、縮小がもうちょっと小さくなる。傾斜がもうきつくなると、もっと小さくなる。縮小の度合いが違ってくるんですね。で、3番、ここですね。3番については、3番はこれですね。でこれも、右から見るとこれですね。さっきの1番と同じですね。正面から見ると、この面がここにこう見えてる。斜めになってるのは、要は同じ形で縮小されますよってこと。2つの面に見えたら、絶対それ斜めなんで。どっちかは線になるとかにならないと、平行じゃないんですね。両方に見えたらもう斜め。あと、この斜めでもですね、例えばこの、A の面に対して、この正面から見たときに、これが平行ですね。で、これが斜めにこうなってます。で、これはぐにゃーんとこう、曲面になってるっていう。この3通りがありますよってことです。ね、円柱の場合はこのように、斜めとか曲面になってますよっていう。この3通りのどれかっていうのを見ながらですね。これが曲面かどうかっていうのは、ある意味、ここがこう、丸くなってるかどうかですよね。今度は、外形線、または隠れ線で区切られているとき、隣接する面は同一平面上にはなく、高低差または傾斜がついている。ここなんです。隣接する面は同一平面上にはない。要はこういうふうに線が入った場合、A と B は同一平面ではないよってことです。っていうことはこういうふうに段違いになってるか、片方に斜めになってるか、あとはこういう曲面になってるか。この3パターン。ね。必ずこの一本の線っていうのはそうなんですよ。この線なんです。なので必ず
高低差とか傾斜がつくよっていう話。円についても同じです。このように段差、深さが違うか、片方が斜めになってるか、またはこう、くにゃっと曲面になってるか、という風になりますよ。傾斜面を複数の方向から見たとき、その図形はどちらも同じ変数の類似した形状となる。例えば、この A っていうやつを、正面で見たときには、このように斜めになってるだけで線になってるんですけど、上から見たとき、この形ですね。はい。と、右から見たとき、この形。これは、要は相似図形ですよね。これとこれは一緒なんです。で、どういうふうに斜めになってるっていうのが正面で見える。複数の方から見えるっていうのはもう斜めなんです。中にはこう3つ方向から見える場合もあるんです。B については、この面ですね。これが平面から見た形と右から見た形。これも同じです。なので、斜めになってるっていうことがわかります。そうすると、その斜めになってる角度は正面図からこの線だっていうのがわかります。ここで平行なのか斜面なのか、これ分かっただけでもだいぶ違うと思います。